多分この辺がペロッと見えてきちゃって包帯もこれ絶対ずれない。これ拮抗体ですよね。これ拮抗体。皆さんこんにちは。アローズ看護師の南と広報カメラマンの水崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。3回目です。3回目始まりました。始まりましたよ。いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日は、前回の動画で包帯の巻き方の基本を学んだので、次は応用編ってことで、もう少し深いところの、ポイント解説を坂本南看護師にやっていただこうと思います。はい。では行きましょう。行きましょうか。やっていきましょう。はい。では、早速関節の包帯の巻き方っていうことを南さんに教えてもらいながらやっていきたいと思います。はい。まずは膝からいきましょうね。じゃあ膝からいきましょう。はい。膝はね、よく転んですりむいちゃったりすることとかも多いと思いますので、やろうかなと思います。はい。で、膝は一応2パターン巻き方が大きくですね、分けると2パターンあります。で、1つ目は前回ここの腕の部分でやった巻き方と同じ巻き方なので、復習兼ねてそっちからやっていきましょうかね。はい。シンプルに環光帯って言ってこうぐるぐる同じところから巻いて、でその後斜め上、この上の方に向かって巻いていく、螺旋帯っていう巻き方を使ってやっていきます。ということで、じゃあやっていきましょう。まずは、持ち方は、右利きの人は右手の方にこのロールがあるとやりやすいかなと思います。で、まず当てていきます。この巻く向きは、この足先から、体のこの真ん中から遠いところから近いところに向かってやっていくので、この足でやる場合には足のその下の方から上の方、太ももの方に向かって巻いていくイメージでやっていきましょう。膝は曲げた状態で、このぐらいの角度で巻くっていうのが結構ベタ。そうですね。それもね、ポイントで。それもポイントで、膝ってどうしても曲がるところなので、まっすぐなところで巻いてやってしまうと、その後曲げた時にね、結構隙間がベロってこうできちゃったりとかするので、軽く膝を曲げた状態で、よく30度ぐらいとか言ったりするんですけど、それはだいたい軽く曲げたぐらい、いいかなと思います。じゃあね、この曲げてもらって巻いていきます。下の方からね。最初は環光帯なので、こうぐるっと一周巻いたら、前言ってたこのね、端っこをちょろっと出して、ペロッとめくる。でもここでこうやってもう一周ぐらいやろうかな。もう一周ぐらい巻きました。そしたら、この下から上に向かって進んでいきます。斜めに進んでいくんですけど、この包帯と包帯はだいたい2分の1ぐらいずらすか、もしくは、もうちょっとこう隙間開けずに3分の1ぐらいずらしていいと思うんですけど、このぐらいずらしていきます。今日はね、だいたい2分の1ずつぐらいこうずらして巻いてます。で、巻くときは、ちょっと包帯、これ男性包帯伸びるので、少し引っ張りながら、均等な圧をかけて、この上に向かって、ぐるぐる、斜め上に向かって巻いていきます。で、上の方まで来ると、だんだん包帯少なくなってくるので、ここ巻くときは、同じ場所に何回も巻くと、それだけ包帯の長さが足りなくなっちゃうと思うので、もう巻けるところまで巻いて、最後のところまで来たら、包帯折り曲げて、で、ここをテープで留めて、終わりっていう、そんな流れになります。これはもうシンプルに螺旋帯なので、もう下から上に包帯をずらしながら巻いていくっていうやり方になります。ありがとうございます。止めた方が、ずれにくいっていうことですよね。そうですね。もうなんか巻かれた感じ、これで動いても全然ずれそうにないですね。そうなんですね。ちょっと曲げてみてもらっていいですか。そうそんな。やっぱ伸びるからってことですか。伸びるからそのままヒットはしてくれるのと、あとはこの包帯の重ねる幅がちゃんと2分の1から3分の1ずつぐらいで巻いてると、曲げた時にもこう隙間が見えずに、もしこれが重ねる位置が少なかったりすると、多分この辺がペロッと見えてきちゃって包帯巻いてるんだけど素肌が見えてきちゃう時もあったりするので、なるべくこの辺の膝を巻く時には2分の1ぐらいはしっかり重ねていいかなと思います。関節部分
を巻くときは関節部分はやっぱりこう動くから、そういう動くことを考えて巻く。そうですね。動くこの、どのぐらい曲がるかなっていうのも意識しながら巻けるといいかなと思います。はい。そんな感じです。OK です。ありがとうございます。次、2パターン。2パターンあって、さっきの方だと、シンプルに下から上に、登っていくだけなんですけど、もう人によっては結構この膝の周りって、筋肉のこの発達具合とかで、結構ねその太さにデコボコしたりとかして結構差があるパターンもあったりするので、もしさっきの螺旋状でやってみてちょっとこうすぐ取れちゃうなとかずれちゃうなっていう時には、もう一個のねパターンもあるので、それも試してみていただければと思います。はい。でそれが、この間名前だけ挙げてた亀甲体っていう亀の甲羅の、帯って書いて亀甲体ですね。でそれをやっていきます。はい。はい。で亀甲体も本当は細かく言うと2パターンあるんですけど、今日はちょっとね1パターンだけ説明して終わろうかなと思います。はい。はい。あんまり使わないですか？あんまり使わないんですけど、でもやっぱりこの人によって、足の形も全然違いますし、あとは怪我したところの部位によってやっぱこの辺真ん中ら辺しっかり固定しておきたいなっていうんだったら今からやる方法の方がしっかり固定できるかもしれないので、ちょっと状況によってどっちがいいかなっていうのを判断してもらえたらなと思います。はい。はい。で、やるのは真ん中から始まって、で両サイドにこう離れながら巻いていく。難しそう。難しい。名前もね、理解亀甲体っていうの離れていくって感じで書く。それ亀甲体のやり方になります。はい、で、これのポイントは足の角度はさっきと一緒で少しこう膝を曲げてもらうような状態に、してもらいます。はい、でその後はこの真ん中からスタートします。真ん中から始まってぐるーっと一周巻いていきます。はい。でここは端っこは、ずらしててもずらしてなくても、どっちでもいいかなと思います。今回ずらさずにいきます。で今度は真ん中から離れていく巻き方になるので、1周目は綺麗に同じところに戻ってきます。でそしたら今度2周目に行く時にはこっちの、ね、カメラで見てもらうと分かるんだけど、まずはこの下の方にぐるっと巻いていきます。でこの時も一応ずらすのはだいたい2分の1ずつぐらいかなのずらしの幅でいきます。で、真正面に戻ってくる時に向かってこう下に斜めにこうずらしてきて、で今度はこうぐるっとした時にここの真ん中はだいたい同じようなところに集まってくるようなイメージで、こっちのこう上、表側にこう戻ってくる時に今度は上の方に戻ってきます。これで今下行って戻ってきて今度上に行きます。でまた今度は膝の裏ではだいたい同じところをこう通過します。で今度はもうちょっと下に下げて、ここのさっきのところからもさらに下にずらします。で同じように膝の後ろに向かって集めるようにしてきて、で今度は上に戻ってきたらさっきのところから今度はさらに上に離していく。でここぐらいまで来るともう結構短くなってくるので、この後はもうちょっと同じところで太ももの方でぐるぐる巻いてもらって、最後はこの戻ってきた中さんのところでまたテープで留めてもらう。こっちの方が結構やるのに時間がかかったりするなっていう印象が自分はあるので、あとはまた慣れてるのがどっちかというとこの螺旋状で下から上に巻いていった方が結構本当にスピード重視で巻いていくときはそっちの方が自分は慣れているので確実にできるのはそっちかなと思います。だけどやっぱりこの辺をしっかり固定したいなっていうそういう目的の時にはあんまりスピード重視しなくていいので、丁寧に巻いていってでその固定をしっかりしてあげるっていうのを意識するかなと思います。別のやり方を知ってるといろいろなこう、対応できる幅が増えてくるので状況に合わせてできればなと思います。こっちもできたらすごい嬉しいかもしれないね、他の技を知った時ですので、なんでちょっとぜひやってみてください。はい。では次は肘をさっきの関節の巻き方っていうところと含めて教えていただきたいと思います。やってみましょう。お願いします。肘は関節の形を考えてもらうと分かりやすいんですけど、肘と膝ってもう巻き方は一緒です、正直言っちゃうと。で一緒なので、その膝でやってた螺旋状に関しては
やり方は同じなので、それ割愛させていただきたいなと思います。はい、でただ、膝でやったら2パターン目ですね。拮抗体っていうやり方の、肘バージョンはどうやるのかなっていうのはやっていこうかなと思うので、それをやってみましょう。はい。で、考え方としては、ここの肘の先っぽとこの膝の頭ですね。これ同じっていう風に考えて、この肘の一番出っ張ってるところ、これを真ん中っていう風にして最初巻いていきます。はい。で、この肘の角度もやっぱ膝と一緒で、すごいピンと伸びてる状態よりも少しこう曲げた状態で巻いた方がよりずれないので、こうやって巻く相手には肘を曲げてもらうようにします。この姿勢もただ曲げてっていうだけだと手がねブランブランして固定ができないと思うので、ちょっとこの腰に手を当ててこんな感じで肘曲げてっていう風にやると、楽な角度で肘も曲げられるので、こんな感じで体勢をとってもらいます。でじゃあ巻いていきます。そしたらまずはこの肘の頭ですね、ここ向かって真ん中にこうぐるーっと一周します。こうやって一周しましたね。で一周して、そしたら一周したら今度は膝の裏を全部こう集中するようにしたけど、今度は肘のこの裏側にこう集まるように巻いて、こっちの肘の方に出てくるときには包帯をこうずらして巻く。肘の裏側に集合する。今度は肘の上側に向かって包帯をずらしながら巻く。でまたこの肘の裏のところに集合する。で今度は肘のこの下ですね、下側に対してずらしていく。で真ん中に集合する。で上に出てきたら、もう少しこうずらすっていう風にやっていきます。よいしょ。はい。で肘も膝の時と同じで、巻き終わりはこっちの上の方で巻いていきたいなと思うので、ある程度こうね肘からだんだん離れてって巻いていくことができたら、最後はこの肘の上の方でぐるぐる巻いて、で終わりまで巻いていきます。こんな感じですかね。で最後もこう端っこまで来たら、肘も結構この関節曲がるので、端っこはテープでねピッと止めて終わる。そんな感じにしてもらえたらなと思います。こんな感じですかね。はい。どうです？曲がります？ちゃんと固定力も結構上がります。なんだろう。これ絶対ずれない。これ拮抗体ですよね。これ拮抗体。全然ずれる感がないですね。肘グッと曲げた時に、ポイントはこのやっぱ包帯のずらす幅を2分の1とか3分の1ずつぐらいにずらすんですけど、ちゃんと重なってるとグッと曲げた時にも隙間ができない。ここがねちょうどこっちからこっちのカメラ的に言うと、ここのね隙間が曲げた時にもできない。ずれない。よかったです。ぜひこれできるようになりたいです。ちょっとやってみてください。ぜひ。ということで、ゆるっと細く長くやりましょう。実際こうやって僕も一緒にお勉強させてもらってて、やっぱり知っておくっていうのがやっぱ大事なんだなっていうのがすごく、プライベートで倒れてるおじいちゃんがいて、頭から血を流してる人がいたんですよ。その時はもう坂本みなみさんの声が天から降ってきて、すごいその時はこうやって押さえるんだよっていう、服を使えばいいんだって。素手だとね血がついちゃうから、せめてこう布でね、一番綺麗な布が洋服やったんかなすごいですね、それは。しかなくてトレーナーで圧迫止血を実際やってみたんですけど、知っておくだけで本当行動できるっていうのを、実際僕も体感して経験できたんで、ぜひぜひ皆さんも、この動画をいっぱい見て、少しでも困ってる人を助けれるように一緒に学んでいきましょう。では、次回の次回の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。最後までご覧いただきありがとうございました。一人でも多くの人を救うためにチャンネル登録もよろしくお願いします。